皆さんこんにちは、よしそうです。今回は P5X1 周年で追加された新たなナビキャラクターアンジュの性能を解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。アンジュの特徴は味方に追加ターンを与えるスキル。アンジュは3つのスキルの他に天使の調べという特殊なスキルを持っています。このスキルはアンジュのクールタイムとは別にいつでも使うことができ、戦闘開始時に1回、そしてワンダーが7回行動するために1回チャージされます。このスキルを味方に使うことで、その味方は次のターン終了時もう一度ターンを獲得します。追加ターンを得るだけでも強力なんですが、最大の特徴は HP、SP、バフの状態なのがターン開始前に戻るという点です。例えばノワールは3ターンに1回強力な銃撃攻撃をするキャラクターです。その銃撃攻撃のタイミングでアンジュの再行動を合わせると、再行動をする際にノワールの強化状態が銃撃をする前に戻り、2回連続で強力な銃撃攻撃を放つことができます。 P5X には2ターンに1回もしくは3ターンに1回強力な攻撃をするというキャラクターはかなり多いです。そういったキャラクターたちとアンジュの追加行動は相性抜群になってます。それでは他のスキルについても見ていきましょう。アンジュのスキル1はクールタイム4ターンで味方全体の余ダメージをアップします。さらに成果という独自ポイントを4層獲得します。成果はスキル1で4層、味方が行動するたびに1層獲得することができ、最大12層まで貯めることができます。スキルには味方全体の HP を小回復しながらデバフを1層取り除きます。このスキルはクールタイム8ターンですが、成果を4層消費することでクールタイムが4ターンになるほか、成果が12層貯まると自動で発動するスキルになります。自動発動は自力で回復するよりも回復量が少し下がりますが、ターンを使わずに味方を回復しデバフを除去してくれるのは強力ですね。スキル3は味方全体の攻撃力をアップ、さらに成果を全て消費して消費した分だけ貫通と攻撃力も上げてくれます。アンジュの使い方ですが、基本的にはスキル1とスキル3を交互に打つ形で OK です。スキル3を使う時には自然と成果が12層溜まっているため、スキル2の自動発動による HP 回復とデバフ除去も行ってくれます。そして味方の強力な攻撃に合わせて天使の調べによる再行動も使ってあげましょう。アンジュのスキル一覧はこちらになってます。アンジュはナビキャラクター共通のステータスの 20% を味方に還元する効果のほか、天使の調べで再行動中の味方の攻撃力を 37.5% アップ、さらに成果を獲得するために味方の貫通を 1% 永続でアップしてくれる能力も持っています。味方の再行動という超強力なスキルのほか、攻撃力、貫通力、余ダメージアップと HP 回復、使いやすいスキルが揃っているのがアンジュの特徴です。アンジュの武器一覧がこちらになってます。星5武器はアンジュ自身の攻撃力を上げ、成果を1層獲得するために味方の余ダメージを永続で 0.7% 上げてくれます。そしてさらに最大の12層まで溜まった時、味方のクリティカルダメージを上げてくれます。味方の攻撃性能を大きく上げる強力な星5武器です。星4武器ではアンジュ自身の攻撃性能しか上がりません。アンジュのおすすめ刑事カードセットがこちらになってます。アンジュは新たに追加された空のカードである希望、そしてナビ用の食石のセットが強力です。食石の効果で味方のステータスを上げながら、希望とのセット効果で味方に追加の貫通バフを付与することができます。アンジュのバフの量はアンジュの攻撃力に依存するため、おすすめメインステータスは攻撃力です。スキルレベル10で攻撃力4600を目安に上げてあげましょう。残りはアタッカーに必要な貫通やクリティカル効果を優先して上げてあげるといいと思います。アンジュの凸効果一覧がこちらになってます。シンプルながら強力な効果が揃っていますね。1つ目は成果を最大12層まで獲得した状態で戦闘を開始し、ナビのクールタイムが4ターン減少するため、戦闘開始時いきなりナビスキルを使うことができます。さらにスキル3を使った時、味方のクリティカル率を 12% アップしてくれます。2つ目は天使の調べで追加ターン中の味方の最終ダメージが 12% アップします。最終ダメージバフは他のバフデバフが全て計算された後に追加されるもののようで、単純に与えるダメージが 12% アップするというわけです。そしてさらになんと味方がやられた時に自動で味方を蘇生してくれるスキルもついてます。2凸効果が非常に強力ですね。4つ目では味方がハイライトを使った時に所持上限を超えて成果を2層獲得できるので、スキル3で味方に与えるバフの量がアップします。そして6つ目は戦闘開始時に追加ターンである天使の調べの使用回数が1回増えるので、ランキングバトルのような6ターン制限のバトルでも味方を2回追加行動させられるようになります。非常に強力な凸効果ですが、アンジュは星5武器もかなり強いので、1凸と星5武器を比べると星5武器が優勢になります。アンジュのおすすめパーティー編成になります。
アンジュはそのスキルの使いやすさと追加行動という強力な行動によってほぼ全てのパーティーでアタッカーの性能を大きく上げてくれます。特に相性がいいのはやはり同じ追加行動を持つジョーカーですね。ジョーカーはアンジュの追加ターン後も追加行動をすることができるので1回でなんと4回行動することができます。また強力なナビキャラである双葉の恩恵を得づらかったキャラクターにもアンジュは相性抜群になっています。 P5X のキャラクターには2ターンに1回強力な攻撃を使うキャラクターと3ターンに1回強力な攻撃を使うキャラクターがいます。双葉は3ターンに1回敵に弱点を埋め込み味方を超強化するので2ターン周期のキャラクターとはタイミングが合わせづらかったんですよね。無凸の春節リンやモント FS など2ターン周期で敵を攻撃するキャラクターは双葉よりもアンジュが優先されますね。逆にターン以外のタイミングで攻撃するキャラクターユイやフォックスとはアンジュはあまり相性が良くありません。それではアンジュの強み弱みを紹介していきましょう。アンジュの強みは何といってもいつでも使える追加行動です。こちらの強力な攻撃に合わせて追加ターンを使ってあげることによってその時に与えるダメージが単純に2倍以上になりますからね。非常に強力なスキルになってます。そしてスキル2の回復とデバフ解除もありがたいですね。 P5X はデバフを解除できるキャラクターはかなり貴重なのでそれがナビキャラでできるというのは大きな強みになってます。そして他のスキルも癖がなく味方の攻撃力を大きく上げてくれるのが強みです。弱みは特にないですね。非常に強力なキャラクターだと思います。同じく超強力なナビキャラクターである双葉はデバフ中心のキャラクターなので敵の編成や味方の攻撃周期に合わせてナビキャラクターを使い分けてあげると良いと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ハーフアニバーサリーで追加された双葉に続き1周年で追加されたナビキャラクターのアンジュも非常に強力なナビキャラクターになってます。2キャラともうまく使い分けできる性能になっているので敵の編成や味方のアタッカーに合わせて使い分けてあげるのが良いと思います。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報をどんどん発信していくのでもしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。